はい、皆さん、こんにちは。年始トラベラーアイアンウッドでございます。この動画公開するのは5月の2日。私、ヨーロッパ旅行をね、帰国するのが5月3日なんです。もうすでに帰国便に乗ってると思うんですけども、事前情報編の最終回をお届けいたします。航空券に関して、事前に指定ができることがあります。これに関して11ヶ月前に座席指定見てますけども、直近ですね、の状況も見ておきたいと思います。っていうのがね、11ヶ月前に座席指定をして放置してたら、時々ね、キャンセルされてることあるんですよ。っていうのは、どうしてもね、11ヶ月前に全ての機材がね、確定しているわけではありませんので、その後、機材の変更とか、スケジュールの変更とか、そういう時に座席指定がね、なくなっちゃうことがあるんです。ですから、直近にも必ずチェックすることをお勧めいたします。で、一つずつ見ていきますね。ここですね、サービスを押します。で、オプショナルサービスということで、事前座席指定がね、できるようになっております。で、ここの下に、ルフトハンザドイツ航空便を利用の場合は、ルフトハンザドイツ航空へお問い合わせください。これ11ヶ月前から分かっていることなんですけども、ANA の方では指定はできません。ですけどね、これ指定できてるでしょ。そのあたりも見ていきます。で、まず第1便目。国内線で、高松から羽田ですけども、これ前方の方はブロックがかかってて、この辺りはもうね、予約されてるんです。この辺り11ヶ月前と違って、今動画撮ってるのはちょうどね、1ヶ月前の状況なんですけども、かなり埋まってますね。後ろの方が結構空いてます。一番後ろ、ここ確かブロックがかかってたんじゃなかったかなって記憶があるんですけども、だいたいやっぱり窓際が先に埋まってる感じですね。はい、次行きます。次は ANA 便じゃないんです。ですからこういった、注意点があります。シンガポール航空でシンガポール行きですけども、前の方、これはブロックです。で、ブロックがかかってて、私がここを予約してて、もうすでに周りずっと、これはね、予約されてるんですよ。結構予約されてますね。この辺り固まって空きがありますけどね。67の1に変えてみようかな。ここもだって隣人いますもんね。ちょっと隣来ないことを期待して、こっちに変えとこうと。ね。こういうような形でね、いつでも変更はできますので、次登録して次へ行きます。はい、次も他社便ですから、注意点があります。でこっちはビジネスクラスで、スタッガードなんですね。スタッガードなので、これ1、2、1ってありますけど、すべて通路側。ただね、これ見てもわかんないのが、スタッガードの場合はジグザグで、自分が右側にいるのか左側にいるのか、荷物がね、右側にあるのか左側にあるのか、これは ANA のサイトではわかんないです。これはターキッシュエアラインズなんですけども、これ、機材変更がありました。11ヶ月前はエアバス350だったんです。今、ボーイング777になってます。機材でっかくなったんですけど、旧型になってるんですよ。これ232っていうレイアウトなんです。232のレイアウトで、私がここ取ってて、隣が今空いてますから、もう来ないことを期待するしかないんですね。実際は乗ってみないとわかんないです。続いて、ローマからミュンヘンはルフトハンザです。これね、ANA じゃ指定できません。ですから全部×になってるけど、満席じゃないんです。ここにね、なんでかしらヨーロッパ内出ないのに、帰国便にはこれが出るんですけども、ルフトハンザドイツ航空の場合は、こちらのサイトからは座席指定できないんです。ですから僕座席指定してるんですけども、周りは全部×になってます。次が大阪関西から東京羽田。これ ANA じゃなくてスターフライヤーです。11ヶ月前と違うんです。何が違うか。あの時ね、私に与えられた席、この3つしかなかったんです。あれ、今見た方が普通やん。ね。ただこれゴールデンウィーク5月3日ですから結構埋まってますけど、今だと席選べますね。これ勝手にね、この3つしか選択できなく11ヶ月前になってた。ちょっとよく、この辺りよく分かってないです。で最後、東京、羽田から高松の帰国いうか便ですけども、こっちは、ここを取ってたのか。この隣の×は私の妻です。で、
まあこれもやっぱり埋まってますね。やっぱりゴールデンウィークですから国内便結構埋まってます。それから事前座席して皆さんするわけじゃないから、もうこの辺りがあるからね、空席があるかってそんなことはまあないと思う。多分満席やと思います。さあ、これでそしたらね、登録して終了します。で、1個僕変更したから確定しますね。他社便に関しては ANA じゃなくって、それぞれの航空会社のサイトに入れば、もっとね、細かな指定ができるんですよ。ですからそっち入りますね。シンガポール航空行き。で、シンガポール航空の場合は、ここですね、予約の管理。で、ここに予約番号を打ちます。ANA の予約番号そのまま打てば OK です。それから姓ですね。名字のみをパスポート通りに打てってあります。これでシンガポール航空のマイページに入ることができました。で、ここにね、重要なお知らせってあります。予約の管理下に予約番号、Eチケット、名字を入力すると、インターネットでチェックインする前に座席を変更できます。同じアクションをチェックイン下ですると、インターネットでチェックインした後に座席を変更することも可能ですと。いうことになっています。それとね、これなんです。提携航空会社運航便のチェックインっていうことで、僕今回4つのね、航空会社乗るんですね。ANA の場合の予約番号はこれですよ。それからターキッシュエアラインの予約番号はこれです。ルフトハンザの予約番号はこれです。これ実は後から非常に必要になることなので、この番号を全部控えとくんです。プロモコードってね、僕、シンガポール航空で買ってないからプロモコードもなんもないです。で、ここでシンガポール航空の便に関して座席指定をしますね。お客様とリクエストっていうことで、この羽田からシンガポール、これがシンガポール航空です。で、座席の指定ができます。ANA で私指定してますので、ここが私の席になってます。それからね、ANA のサイトと違うのは、ここなんですけども、有料座席があるんです。ストレッチシートが8970円。前方エリアが3740円か。ね、もうすでに結構埋まってるんですよ。で、このあたり44の C だった3740円の前方エリア席っていうことなんです。こっちは ANA じゃブロックかかってたんです。それからストレッチシートって空いてるのかな？空いてるな。ここ55の B とか56の K とか。足元広々席ですと8970円払えば選択することができます。それからこの薄緑。これは0円ですから、これは自由にね、何回クリックしても0円になります。次行きます。次はビジネスクラスです。スタッカードなんで、やっぱりこういう表示欲しいですよね。これ私の席なんですけども、数字が私の体ですね。で、これ右側、これが、いわゆる荷物置き場です。ですから、私完全な窓際になっております。これは確認ができることがいいことですよね。で、とりあえずこれは保存して終了にします。はい、続いてですね、お客様のリクエスト2番目、食事の選択、それから荷物ってありますけども、荷物はね、今回は 30kg 預け荷物は可能です。個数制限はないんです。1個であろうが2個であろうが、トータル 30kg。それから食事の種類ですね。食事の種類に関しては、ちょっと押してみますね。何か見れるようです。東京からシンガポールで、インフライトメニュー、もしくはスペシャルミールってなってます。インフライトメニューに関しては、ビューオンリーですから、確認するだけできるみたいです。こちらはお客様のフライトでご提供予定のメニューの一例です。機内でお選びいただけますとなってます。ブレッシドチキンが牛すき煮かになってますね。こっちが和食だな。こっちが洋食ですね。これ見ても何やらよくわからないんですけども、牛肉のすき焼き煮だろうと思うんですけどね。多分僕こっちにすると思います。はい、続いてビジネスクラスです。インフライトメニューは閲覧のみ。こっちはあれやね、写真があるんやね。と、ブックザクックってありますね。これなんか美味しそうですね。それとスペシャルミールってあります。さっきね、実はスペシャルミール、案内しそびれたんで、これエコノミーでも選択できるんですけども、ちょっとこっち先行きます。でこれが、例えばベジタリアンの方とか、それから宗教上の理由で、例えば豚肉が食べれないとか、あるいは、お子様メニューとか、
こちらに関しては、これは、エコノミーでも選択ができたんですよ。で、これを選択すると、他のお客さんより先にご飯持ってきてくれるんで、特別扱いしてくれるってことになるんですけども、これはエコノミーでも選択可能です。これね、ちょっと先にインフライトメニューの閲覧のみいきます。ちょっと僕ね、1個選んでるんでね、これ本当はこの2つしかないんですけども。アソードディムサム。ちょっとわかんないな、これ。日本語翻訳にしてみよう。これ、おかしいな。これまだ早いんだ。なるほど。4月10日を超えると、なるほど、なるほど。選択できるみたいな気がする。ちょっと早く見たのかな。ごめんなさいね。これ前菜だな。スクランブルエッグとスモークチキンポグブルストソーセージ。僕はあんまり料理得意じゃないんで、切るとこはわかんない。それからメインがこれか。天津の盛り合わせ。それと、あとのあれやね、デザートか。パンケーキとバニラヨーグルトか。まあ、これはこれでいいです。で、僕の問題はブックザクック。で、ブックザクックに関して、これ今、日本語にね、ウェブで変換したのちょっとよくわかりにくいんですよね。これ実はね、ここで見るよりも、通常のログインしない状態で見た方がわかりやすいんですよ。で、シンガポール航空のホームページ入ると、ここ快適な空の旅っていう中にお食事ってあります。この中にブックザクックってあるんです。ブックザクックってね、何かっていうと、高度3万フィートの空の上のレストラン、世界の味をお楽しみいただけます。っていうことで、これ出発空港が限定があるんですけども、ここに乗ってる空港から搭乗する場合にブックザクックが選択できます。で、空港ごとにメニューが違うんです。例えば東京、成田ね。成田も選択ができます。羽田もできます。まあ、羽田してみようかな。羽田をクリックすると、羽田発の場合で選択ができる。羽田発だったらこんだけなんです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、と11、12色の中から自分の好きなものを選択できます。で、今回私シンガポールです。シンガポールね、40色ぐらいある。もう全部見てたらね、キリがないんで、大きく分けると西洋料理、それからシンガポール料理、マレー料理、インド料理、アジア料理、ホールサムミール、ミートレスってなってます。ミートレスは頼まないってなってます。で、アジア料理の中に和食があると思うんですよ。そやね、牛焼肉とか、スズキの照り焼きとか、和食が欲しい人はアジア料理。そうでない場合は、あんまりね、シンガポール航空でわざわざインド料理頼むことないと思うんですけど、稀にシンガポール料理頼む人いるのかな？どうなんですかね。僕、ここの西洋料理一択かなと思ってるんですけど、西洋料理が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10色の中から選べます。ただしがあるんです。ここですね。飛行時間が 3.5 時間を超える場合と、それより短い場合で選べるメニューに差があります。で、今回私、4時間の飛行時間ですから、どれでも選べます。で、この中でね、もう僕4年前からね、決めてるんです。これです。ロブスターテルミドール。もうロブスター口になってます。4年前に1回、ブックザクックをね、選択できる便予約してたんですけど、コロナ禍でね、乗ることができなかったです。その時に食べれなかったロブスター、もう一択です。はい。で、マイページの戻ってきました。マイページの方で、ちょっとね、これ和訳、ウェブ上でやっちゃうとね、よくわかんないよね。ウエスタンでいきますね。ウエスタンで、そうそう、ここ選択済みになってます。ロブスターテルミドールとフォンダンポテトだそうです。ロブスターの肉を濃厚なクリームソースで調理し、コニャックとディジョンマスタードで強化し、ポタンマッシュルームとハーブファインを加えたクラシックなフランス料理。ロブスターを殻に戻してすりおろしたチェダーチーズをトッピングし、仕上げてオープンで焦げ目がついたチーズクラフトを作ります。ちょっと分かったような分かってないようなんですけども、僕これです。で、今回ね、はこれで決定ですけども、私もう一回ね、秋に乗ることができますんで、美味しかったらもうこれ
いきますし、そうじゃなかったらまた違うものから選ぶかもしれないです。続いて、ターキッシュエアラインズですね。ターキッシュエアラインズの場合はここですね。予約の管理。で、予約番号は、こっちは ANA の番号じゃダメなんですね。先ほどシンガポール航空で確認しましたけども、もしね、わからない場合は、コールセンターにかけて予約番号を聞かないと、ここ入ることができません。これでマイページに入るんですけど、これなんです。ターキッシュエアラインズに関しては、この予約は成立した販売チャンネルの関係で表示することができないんです。予約いただいたチャンネルにお申し込みいただいてお取引を行うことができますっていうことで、残念ながらターキッシュエアラインズに関しては、こちらで何かを指定するっていうことはできません。では、ルフトハンザいきます。ルフトハンザに関しては、ここですね、予約の管理。で、ここ、予約の管理。こっちですね、予約コードを入力する。この予約番号は ANA の予約番号で OK です。で、また正を打ちますね。このパターンですね、どこも。はい、ここでですね、追加サービスで座席の指定ができます。これですね、ローマからミュンヘン。はい。こっちはね、ANA じゃ選択できなかったんですけども、ルフトハンザの方では選択ができます。で、標準のただのシートと、それからお金がいるシートとがあります。で、私はここを選択してるんですけども、ここの便はね、子供も含めた3人、私と妻と子供と3人乗りますので、この3人がうちの家族になってます。で、ここに2人掛けの席があるのか。で、こっちの2人掛けは有料やね。1人4350円かかるのか。なかなかあれやね、この短距離で有料の席はみんな選ばんみたいやね。では次の便行きましょうか。で、先ほどと一緒ですけども、有料の席と無料の席とがあります。で、これね、長距離なんです。この場所で3、3、3でブロックになってるんですけども、これは子供がいないので、私と妻と2人です。2人の場合、ここだったらね、2人ですから問題ないんですけど、3人で隣に人が来るとどうしようかなってなるじゃないですか。っていうことで、妻と相談した結果、ここにしました。ここだと、ね、私と妻とが並び、で、右側に、この×やから誰か入ってるんですけども、他人がいますけども、私と妻とね、この右の人には遠慮することなく、トイレとか行くことができます。で、こっちであれば、窓際にしても通路側にしても一人ね、トイレに行くときに、やっぱ遠慮するわけですね。ですから、しょうがないなって、これはちょっと動画でね、外の風景撮れませんけど、妻と相談した結果、ここにすることにしました。機内食に関しては、メニューの表示だけありますね。2便目しかないのかな。2便目だけでもいいですわ。離陸後前菜があります。メインが2種類ですね。パスタかチキンテリヤキかを選べってなってるのか。それからデザートがフレッシュピーチと。で、着陸前の朝食もあります。これは1種類みたいですね。それとワイン飲めたり、ドリンク、ビール。ビール1種類しかないんや。ドイツのくせに。とかね。これ何したウォッカか。ウォッカ、ウイスキーか。エコノミーでもね、こういったものを、無料で飲むこともできます。僕ビールかな。もしかしたら白ワイン頼むかなっていう感じですね。妻が、ANA のビジネスクラス乗りますので、そっち見ときます。東京羽田からマニラ。これ ANA のビジネスクラスなので、T がテーブルで、×がもう人の場所で、窓際席は、ギャレーから前は全部埋まってて、ギャレーから後ろが若干残ってますね。これね、空いてるの開放してくれたら僕乗れたんですけどね。空いてるからって特典航空券に開放されることはないし、もう今更ね、私、区間の変更できないから、これ空いても取れないんですよね。僕の方にはこの画面すら出なかったんですけど、妻は ANA の国際線がありますから、この機内食の確認っていうのがあります。この場合に、事前に選択をするかしないかっていうことも選べます。
それから和食、洋食、特別機内食、機内食はいりませんということを選ぶことができます。で、メニューの詳細見ましょうか。ビジネスクラス、出発が羽田で到着がマニラですね。でこれが2ヶ月どうも固定みたいですね。機内食メニューを見ます。で、和食だと、これがメインか。3月、3ヶ月固定じゃないんだ。4月はこれやね。牛肉とじゃがいも、田舎に俵ご飯。それから洋食だと4月はサーモンのソテーハーブバターソース。で、私の妻がね、この2種類を見て、こっちの和食の方を選択しました。それからせっかくやからドリンクメニューも見ようか。日本酒男山ってあるんやね。それから焼酎が2つあります。シャンパンは1種類か。白ワイン1種類、赤ワイン1種類。あんまり選択肢ないな。これターキッシュエアラインズだとワインリストだけで2、3ページありましたけどね。ビールはやっぱりやね、全社に忖度してるんやね。サントリー、アサヒ、キリン、札幌ってありますね。平和やけど、これ僕乗れない。下はあれやね、英語メニューです。ですから1ページでこれが集約されてますね。なるほど。国際線、やっぱり機内食も楽しみだしね。座席もやっぱり変なとこ座ってね、僕2022年か、カナダはトロントから成田帰ってくるときに指定ができなかったね。私と妻とバラバラで3人掛けの真ん中で辛い目にあったんで、今回そうならないようにっていうことも考えながら予約をいたしました。で、実際どうなったかっていうのは次回からの旅行記の中でそれぞれの便お届けいたします。今回旅行記に関しては1ネタ1動画っていうことにしようと思ってますので、動画の本数が非常に増えます。増えてね、1週間に1回だともう終わらなくなっちゃうので、週3ペースでちょっと突っ走ろうかと思ってます。明日帰国して、明日はさすがにちょっときついんで、明後日からうまくいけばね、動画をボンボン上げていこうと思います。夜7時だけは固定しますので、ぜひチャンネル登録をしていただきまして、ポンコツ野郎のポンコツ旅行記見て笑ってやるのもいいですしね、ためになったなと思うこともあると思いますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、この先もご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。